始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はなんとティームさんがいませんスペシャルコラボ会続いてるんですけどまたスペシャルコラボ会になります今日はガシさんという新しい方をご紹介するんですけど、あれですか、関東時和連合入ってます所属はしてる。僕はあれですね、遠く巻きから見てるぐらいの感じですね。なるほど。でも盛り上がってるな。そっち系ですよね。まあの方と仲がいい。足首入ってるかなぐらいのところですね。なるほど。一応ガスさんはマジックそんなに結構初心者で始めたんですよね。そうですね。始めた2年前くらい。2年前くらい。そうですね。で、趣味がスポーツ観戦ということで。そうですね。めっちゃサッカー見てます。そんな人がなぜかEDH ハマっちゃったということなんですよね。で、その EDH を一応ハマっちゃったその理由をちょっと何かEDH のその魅力が何かっていうのをちょっとまず最初にちょっとお伝えしていただければなと思うんですけど。僕そもそも高校の間で遊戯王そうですね。もともと遊戯王やられてて、そうですね。紙は1対1でめちゃめちゃやることはあったんですけど、その中でもやってたカード、使ったカードはもう大体ネタカードで、なんか僕の名字が入ってたカードを使って遊ぶみたいなデッキをめちゃめちゃ使ってて、ガチのデッキも一応あったんですけど、メインでやってたのはそういう感じで、どっちかというとファンデッキで遊ぶっていうのがあったんですよね。でマジックもその会社の先輩で勧められて始めたんですけど、スタンとあとパウパー、一緒にやってましたが、最終的に EDH 面白いよっていう風に始めて、で始めたところ、やっぱ EDH ってやっぱ表現が自由だと。そうです。自由で、やっぱその僕がその遊戯王の時にやってたそのファンデッキで遊ぶっていうところでうまくマッチしたんですよね。でかつそのマジックEDH は勝つ人1人しかいないじゃないですか。4人で遊ぶ1人しかいないんで、勝利負ける確率理論上 75% なんですよ。なるほどなるほど。なのでもう 75% 負けるんだったら別に負けてもいいやっていう。どうしよう面白いから別に良くないかっていうようなところもうまくマッチしてて、めちゃめちゃハマりましたね。ハマったと。EDH にハマったというそのガスさんの魂のデッキを今日はご紹介していただくんですけど、今日の闘争者発表させていただきます。防衛請負人クロスになります。これよく見ます。使っててってことです。一緒にやっててってことですよね。一緒にやってて。で、まず能力を僕から先に説明させていただきたいんですが、バントの4マナー24です。で、あなたのアップキープの開始時に対戦相手がコントロールしているクリーチャー1体を対象とする。で、その上に縦カウンターを1個置く。対戦相手のクリーチャーに1体に対するそうですね。なるほどなるほど。もう死を送り移ってます。であなたがコントロールしていないクリーチャー1体の上に1個以上のカウンターを置くたび、それをタップして思想する。つまりその縦カウンターが置かれたクリーチャーは思想されると。そうですね。でトランプルを得ると、次のターンまで。そうです。このカード1枚で見ると、対戦って俺がその君のクリーチャーに縦カウンターやるから破壊されないしダメージも受けないから、トランプルで僕以外のところ殴ってこいよっていう。そういうことですよね。殴り合いってことですよね。これちょっと面白いですね。これめっちゃ面白いです。これ思想専門家としては思想専門家名乗ってますので、なるほど。ちょっと興味深いなと思いまして、今日お話を聞きたいんですけど、まずじゃあガシさんにデッキ紹介お願いしましょうか。まず最初どんなカード入りますか？これウィキで調べると出てくるんですけど、まずちょっと紹介したいのは気前のいい非筋っていうカードですね。でこれよく使われたりとかするカードなんですけど、3マナ14の能力はクリーチャーで気前のいいこいつが出た時に支援2を行います。で支援っていうのは他のクリーチャー2体対象にしてプライチ2個置ける。好きな対象2体を置いてそれぞれ1個ずつプライス1カウントを置くっていう効果なんですけど、
僕がこれ次の効果が一番大事で、僕がコントロールしてないクリーチャーの1体の上にカウンターを置くたびにカード1枚ドローできるんですよ。なるほどなるほどなるほど、そもそもねドローゲンだと。そうです。なるほどなるほど。クロスがいると、クロスこいつがいればもう毎ターンアップキープにカード1枚絶対引けるんですよ。なるほどなるほど。でしかもプラス1カウンターなんで、ワンチャントランプ思想されたところの殴り先で、その置いたクリーチャーが死ぬ可能性もあるんで、なるほどなるほど、ワンチャン除去にもなるんじゃないかと。なるほどね。そういう諸説あるかもしれないですね。なるほど、かなり強いですね。そうですね。こんな感じで、いろんな対戦相手のクリーチャーにカウンターを置くっていうカードで、序盤をしのぐと。そうです、序盤をしのいでもらえる。しのぐというか、どんどん思想していくってことですよね。代表削り合ってもらう。で、相手を大きくしていくんですよね。そうです、そうです。なるほど、もちろん。で、他には例えばこういうニルス、規律の執行者ニルスっていう3マナ2のクリーチャーがいて、僕のエンドステップの開始時に各プレイヤーにつき1体ずつ、僕が選んでそのクリーチャーにプラス1カウンターを置けます。で、その対戦相手が僕に殴ってくる場合は、そのクリーチャーがその対戦相手が持っているカウンターの数分無色マナを支払わないと僕を殴れないっていう。なるほどね。殴りにくいってことですよね。そうです。強くして万が一カウンター置けなくなったっていう風になってもこいつが守ってくれるんですよ。なるほどね。でしかもどうせ殴ってこないでしょうしね。そうです。なるほどなるほど。そうです。思想し続ければ別にそんなことないんですけど、万が一っていうのもあるし、エンドステップにこの各対戦相手のクリーチャー1体ずつにプラス1を1個置けるっていうのがかなり強くて、なるほどなるほど。本当にそういうことか。とにかくこれクロス自体は縦カウンターなんですけど、僕がばらまくのは基本もうプラス1カウンターをなるほどばらまくんですね。ばらまき続けます。なのでもう初めは殴られなダメージ受けなくなるぞ、縦カウンターばらまいて殴れな破壊されないぞ、ダメージ受けないぞって言うんですけど、それを蓋を開けてみるとプラス1カウンターをばらまき続けてなるほどなるほど殴り合ってもらうっていうどんどん相手はどんどん大きくなるし殴り合っていくっていうことですよね。そうですそんな感じです。そこまで思想の戦略としてはありそうな、ありますね。でその後に何か入ってくるカードあります？例えばこういうカードもありますね。進化増大っていうカード、2マナでエンチャントで僕のアップキープ開始時に僕がコントロールしているクリーチャー1体と対戦相手がコントロールしているクリーチャー1体対象にして、それぞれプラス1カウント3つ置くっていう。なるほど、なるほど。別にこのカードだけで見ると、僕と相手がだんだん強くなるだけなんですけど、クロスがいればこのプラス1カウンター3つ置かれたクリーチャーは僕以外のところ殴りに行くんで、なるほどなるほど。しかも僕のクリーチャーだけはただただ強くなるだけ、立たせておくだけでブロッカーにもなるかもしれないんで、こういうのもかなり面白いカード。なるほど、面白いですね。そうですね。で、あともう一個その勝筋なんですけど、普通にライフ削り合ってもらうところとかもあるんですけど、このクリーチャーですね。両毒のドレイク、でこれ4マナ14で飛行を持ってて感染持ってます。でシンプルに毒カウンターで増殖できると。そうです、増殖もあるんで、勝ち筋の一つとして対戦相手が殴り合ってくれるんで、他のクリーチャー、その思想されてるクリーチャーって警戒がなければ殴りやすいんですよ。そのプレイヤー殴りやすいんです。なのでこういうふうに感染を持ったクリーチャーで毒カウンターを置いたりとかして、毒を10個貯めて勝つっていうのが、なるほど、勝ち筋で一応あると。増殖もあるでしょうしね。そうですね、増殖もあります。なんかそんな感じで、いろんなクリーチャーをどかしながら殴って増殖毒10個貯めて勝つっていうのもまた勝ち筋のプランとしてあったりとかしますね。でその他にはこれはこれ何ですか？これ空かごの福音者、何ですか？これは飛行さんさんの鳥アドバイザーなんですけど、出た時に支援6を、なるほど、支援6、クリーチャーを6体対象にしてすごいばらまける。なるほど。でこれカウンターが置かれてるクリーチャーが僕の対戦相手を攻撃するたびに、そのクリーチャーはエンドまで飛行を持ちます。なるほど。ブロックもできなくさせます。なるほど。すごいぞ。めっちゃいいんですよ。これすごいですね。なのでもうクロスがいた状態でこの福音者がプライチばらまいたクリーチャーは
対戦相手のブロックもしにくくなるっていう。なるほど。しかも強くなってライフもどんどん削り合ってもらうっていう。なるほど、面白いですね。確かに確かに。で最終的に1対1になりますよね。そうです。1対1になったりするとき、プライス1カウンターをここまでめちゃめちゃ置いてきたんで、もうきついですよね。そうです。めちゃめちゃ強くなった対戦相手が大体残るんですよ。そうですよね。僕が育てた最強のボスが爆誕するわけなんですよね。このデッキ使ってると。で、そいつになんと打ち勝つ方法があります。で、それが何かっていうと、このさっきも紹介した病毒のドレイク、この4マナで使う増殖っていう効果をもう最良に終盤使いまくります。なるほど。なんで使いまくるかっていうと、増殖っていう効果は僕のクリーチャーじゃなくてもカウンターが増やせるんですよ。で、そのカウンターを増やすとどうなるかっていうと、その対戦相手のクリーチャーにカウンターを増やすとクロスの効果が誘発して、そのクリーチャー、これよく意外と読まれないっていうか、みんな気づけないんですけど、クリーチャー、カウンターを置いたクリーチャーはタップされるんですね。おー、なるほど。なるほど。なのでもう僕があらかじめばらまいていたプラス1カウンターが増殖4万支払うことによってもう相手僕に殴れなくなるんですよ。なるほど。戦闘入りますっていう前にタイミングでそういうことか。増殖を行いますっていうと、そういう勝ち筋なのか。なるほど。なのでもうそのターンはクリーチャー全部寝かせられるんですよ。僕がクリーチャーにカウンターを置かせまくって。なのでタップされると相手もガラ空きになってターン返ってくるじゃないですか。でこれまで紹介してきたその進化増大とか規律の執行者ニルスとかでプラス1カウンター僕のクリーチャーにも結構いっぱい乗ってるんで打点もかなり出るんで安全に殴りにいけるっていう状況が作れるんですね。なるほど。増殖めっちゃいいんですよ。そういうことか。なるほど。それで勝つのか。なのでシンプルに、観戦でそれでもどうにもならない時は観戦で僕を貯めていくっていうところもあるんですけど、基本的にはそうですね、ライフ増殖で相手のクリーチャーをタップさせて、僕が強くしたクリーチャーで殴りライフを削りに行くっていうのがメインプランです。なるほどなるほどなるほど。でこちらは何ですかね。これも、ちょっとなので、そもそもこの増殖がたくさん行うカードっていうのをこのデッキにめっちゃ入れたいんですよ。なるほどね。インスタントタイミング、どこのタイミングでも使える、増殖できるカードっていうのを入れたくて、で、これも結構有名なカードなのかもしれないですけど、伝説病院人で、いや初めて来ましたよ。本当ですか。6マナのカードアーティファクトで出た時にプレイヤー1人対象にします。で、そのクリーチャーがそのコントロールしているコントローラーのクリーチャーは全部マイナス1カウンター置かれます。なるほど。でこれをマイナス1カウンター置いて、しかもマイナス1置かれたカウンターで状態で思想してくださいっていうふうに要望もできるんですが、4マナタップで増殖を行ってもう1回増殖できるっていうのがあって、こういうインスタントこれかなりいいですね。そうなんですよ。かなりフィニッシュ級ですね。そう考えると。そうなんですよ。2回増殖できるんで自分のクリーチャーも2回増殖して、これすごいな。なので実はこのクロスが置いてる縦カウンターとかもほぼ意味ないんですよね。なるほど。タップするための布石なんですよ。なるほどなるほど。そういうことか。増殖しまくってゲーム中も縦カウンターを増やしてあげます。縦カウンター外れなかったクリーチャーに対して増殖増やしてあげますよ。これはちょっとすごいですね。やって最終的に自分が殴るっていう。いやこのベールがねついに脱がれたという丸裸にこれ初めて知ったんで、そういう勝ち筋なんだと。すごいこれでもよく作られてるなと思ってすごいですね。そうですね。魂のデッキやばいっすね。なるほど。ウィキには怠慢になったらどうやって勝つか考えようって書いてあるんですけど、もうちゃんと答えこのカードに載ってるんですよ。なるほどなるほど。クリーチャータップすれば殴りにいけるじゃん。なるほど、いいですね。これめっちゃ本当にいいんで、みんなぜひ使ってほしいですね。いやこれ一応高評価80いったら本当ですか。例のごとく高評価させていただいて大丈夫ですか。もちろん大丈夫です。高評価いただきたいんですけど。面白カードが何枚かあるみたいでして。そうですね。これよく盗撮デッキに入ってます。これ忘れられたコレですね。聞いたことあります。4マナ03で、プレイヤーが呪文を唱えるたびにこいつの上にプラス1カウンターを置けます。強いな。でアップキープ開始時にこのクリーチャーにそうですね、置かれているプライチを他のクリーチャーに移せるっていうカードなんですけど、このデッキは
クリーチャー唱えられまくっても、はい、自分に置かないですよっしゃ、アップキープ来たぞってなって対戦相手が唱えて貯めてくれたプラス1カウンターを対戦相手に還元してあげる唱えてくれてありがとうって言いながらすごいカウンターの置かれてないクリーチャーたちに置いてあげる。すごい面白いな。はい、他にもありますか？これはちょっと相性のいいカードですね。これ除去もできてプラス1カウンターも置けるっていう、ソーサリーなんですけど、集団的努力っていう白無色1マナのソーサリーなんですね。で、モードを1個選ぶ効果なんですけど、3つあるんですけど、3つあります効果が、パワー4以上のクリーチャーを1体対象にして破壊できます。なるほど。でもう1個がエンチャント1個を対象にして破壊できます。で最後がめちゃめちゃ面白くて、プレイヤー1人を対象にしてそのプレイヤーをコントロールしている各クリーチャーの上にプラス1カウンターをそれぞれ1個ずつ置きます。オールタップだぞ。あ、そうです。伝染病エンジンよろしく今度はプラス1カウンターをばらまける。でこれもなかなかいいところがですね、増寿っていうのを持ってるところも結構良くて、アンタップ状態のクリーチャーをタップすると増寿できるんですよね。そうです。他のモードも選べるようになるんで、基本的に殴られる可能性も考慮するんで、自分たちのクリーチャーって増殖かき鳴らし鳥とかみたいに当たった時に増殖するようなクリーチャー、当たった時増殖できるクリーチャーとかいるじゃないですか。コンバットダメージで増殖できるクリーチャーとかいますよね。そういうやつは殴りに行くんですけど、それ以外のクリーチャーって基本的に何かあったら困るんで殴りに行かないんで、そうです、タタするんで、このタップする増寿の効果となかなか相性が良くて、中にはちょっとパワー4以上になるっていうところも自分が大きくなってるから破壊できると、相手も大きくしてくる。ただ縦カウンターは乗ってるかもしれないけど、乗ってるかもしれないんであのところはちょっとご利用計画的に感があったりとかするんですよね。あとエンチャントもぶっ壊せるっていうのもそれいいですよね。かなり確かにこれ面白いですね。噛み合ってますね。っていうカードです。で最後に1枚だけめっちゃおすすめのカードがあると。これは魂のもうやばいっす。やばいっすか。これもう全思想プレイヤーに使ってほしいカード。知らないんだよな。何ですかこれ。無限の砂時計っていうカードになってます。で、4マナのアーティファクトなんですけど、僕のアップキープ開始時にこのカードの上に時間カウンターを1個ずつ置かれていきます。で全部のクリーチャーがこのカードの上に乗っている蓄積カウンターの時間カウンターの数分だけパワーが上がります。タフネスは上がらないです。なるほど。パワーだけ上がります。で誰かの好きなタイミングのアップキープに3マナ支払うことで、この上に置かれている時間カウンターを取り除くことができるんで。なるほど。だからいきなり弱くできたやったりとかするってことですか？いえ、そういうわけじゃなくて、どういうこと？これパワーを上げ続けられるんですよ。これ1ターンに1ずつ相手のやつをですってことですね。そうです。なるほどなるほど。このデッキには増殖するカードがめちゃめちゃあるんで、プラス1浮いてるっていうのもあるし、どんどん大きくなるってことですね。相手の全部のクリーチャーがパワーだけ上がってくるんですよ。この時間カウンターの数分だけ。なるほどなるほどなるほど。そうしてればしてるほど強くなるし、増殖すれば増殖するほど場のクリーチャーのパワーが強くなってくるんで、やばいっすね。もうブロックできないよ。ブロックしたら死んじゃうよ。ブロックしても死んじゃうよっていうような状況も作れるっていう。面白いカード。これすごいですね。太鼓ですね。これ聞いたことないですね。マジでいいカードなんで。これいいですね。これちょっと欲しいですね。これ本当いいです。まとめに使ったこと一回もないですけど。っていうカードでした。そんな感じでクロスのベールが脱がれたんですけども、いかがだったんですかね。いやー、これ面白いなと思ってくれたらいいですね。いや、僕はそもそも始めた時期的に、このニューカペナのこれぐらいから始めたんですね。そうです。クリーチャーがいたんで、たまたまパックから出てきたクリーチャーっていうのもあって、全然初心者でもその想像したデッキから始めれば余裕で、次の年には5号デッキ作ってますよね。いや、もう本当にびっくりしましたね。もうマジで1年の間でデッキ5個作るってマジで思ってなくて、いや本当マジック全然やったことない方でもそうですね。もういきなり始めてもまあでもやるならやっぱ知らない人同士4人集めてやるっていうのがまあ面白いかなって思いますけど、やっぱやっぱ勝たなくてもいいっていうところはめちゃめちゃいいと思いますね。あとミスしても気にならないじゃないですか。そうですよね。コンバットとか結構マジックタイマンでやってたりとかした時難しかったですけど、
もう複雑入り乱れておミスなんか気にしてる場合じゃないじゃないですか。自分の盤面でこうやっていっぱい確かに、だからこの見られてる方はこのクロスよかったらそうですね、高評価していただいて、そこを紹介させていただきますので、あとチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。